今日はベビーカステラを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はベビーカステラを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今のお正月の時期に出店でよく見るベビーカステラを作っていきます。このベビーカステラなんですけれども、たこ焼き器を使って中にチョコレートを入れて仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、卵、蜂蜜、みりん、無塩バター、サラダ油、チョコレート。今回はこちらの材料で作っていきます。まず今回甘さにですね、蜂蜜とあとはみりんを使っていきます。こちらの2つの甘みを加えることで甘さに深みが出て美味しいカステラに仕上がります。そして今回はですね、ベビーカステラの中にチョコレートを入れたものも一緒に作っていきたいと思います。こちらのチョコレートに関しましてはお好みのものを使用してください。今回私はガーナのブラックチョコレートを使っていきます。そして無塩バターですね。こちらもしない場合はサラダ油で代用してください。その場合は大さじ1杯のサラダ油を加えてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに中に入れるチョコレートを砕いていきます。こちらは適当な大きさに砕いてください。あんまり大きすぎると中に入らないのでちっちゃめにね砕くようにしてください。他にもねプロセスチーズだったりとか、あとはアーモンドとか入れても美味しいと思います。中に入れるものに関しましてはお好みのものをね入れてみてください。はい、こんな感じです。チョコレートはこのように砕いて準備しておいてください。それでは続いて生地を作っていきます。まずはじめにこちらの無塩バターですね、こちらを溶かしバターにしていきます。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらですね、まだ塊があるので一度ねよく混ぜて溶かしてください。はい、溶かしバターの準備はこれで OK です。それでは続いてボウルの中に卵を割り入れていきます。そして溶きほぐします。はい、そして溶きほぐしたらここに蜂蜜を加えてください。はい、そしてよく混ぜましょう。そしてよく混ざったらみりんを入れます。混ぜます。はい、そうしましたら続いて溶かしバターを加えてください。そしてしっかり混ぜていきます。で材料をね加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そして続いて牛乳です。そしてよく混ぜましょう。はい、よく混ざったらここにホットケーキミックスを加えます。こちらはね振るわずにそのまま入れちゃって OK です。その分ねダマができないようにしっかり混ぜるようにしてください。では混ぜます。はい、 OK です。ホットケーキミックスのダマがなくなるまでしっかりと混ぜてください。生地はこのようにちょっとサラサラっとした感じの生地になってます。それでは今からこちらをたこ焼き器で焼いていきたいと思います。はい、それではたこ焼き器を用意してください。こちら今回私が使うのが電気タイプのものになります。まだね温めていない状態で内側にサラダ油を塗っていきます。こうやってね専用の塗るやつとかもあるので、そういったものを使っていただくともっと簡単かなと思います。はい、 OK です。そしたら電源スイッチを入れます。油を敷いて何も入れない状態で一度温めます。はい、余熱が終わりました。目安としてはこう手を上にかざした時にあったかい蒸気がね上がってくれば OK です。そしたら電源を一度落としてください。そしてこの中に生地を流し入れていきます。流し入れる時なんですが、こういった注ぎ口がついてるものに入れていただくと入れやすいと思います。ない場合はティースプーンなどを利用してください。それではですね、だいたい半分ぐらいまで生地を入れていきます。結構膨らむのでね入れすぎには注意してください。はい、半分まで入れました。そしたらですね、あ
とはこの半分にだけチョコレートを入れていきます。よいしょ。軽くね押し込むイメージで入れていきましょう。はい、 OK です。そしたらですね、電源を入れます。そして表面がふつふつするまで一度このまま焼いていきます。電源を入れたらね、このように竹串を用意してください。はい、今ねだいたい1分ぐらい経ちました。そうするとこのようにね表面がふつふつしてきます。結構ね膨らんだの分かりますかね。ちょっとね様子を見て、このぐらい表面がふつふつしてきたら電源を落とします。そしてこの何も入れてない方をすくい取ります。このチョコレートを入れた方にかぶせてください。こんな感じ、どんどんね上にかぶせていきましょう。でこの時ねやけどしないようにだけ注意してください。軽くね押さえつけてあげるといいかなと思います。ではどんどん乗せていきます。取る時はね竹串をこうピュッと刺して持ち上げると綺麗にね取れると思います。はい、こんな感じです。全部ねこのようにかぶせたらもう一度電源を入れます。であとは竹串でね転がしながらだいたい1分ぐらいですね焼いていきます。こんな感じで横に倒して、このつなぎ目の部分もね焼いていきます。そして焼けたものからね取り出していきます。はい、こんな感じでコロコロで美味しそうに仕上がりました。それでは残りも同じように焼いていきます。はい、こんな感じで焼き上がりました。美味しそうに仕上がってます。それではね飾り付けたいと思います。はい、これでベビーカステラの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにまん丸で美味しそうに仕上がってます。はい、そして中身はこんな感じでチョコレートがたっぷり入ってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すごくしっとりでとても美味しいです。そしてこの中に入ってるチョコレートがまたいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のベビーカステラのポイントです。まず今回甘さはですね蜂蜜でつけてます。もし蜂蜜がダメな場合はお砂糖またはグラニュー糖で代用してください。こちらの甘さに関しましてはお好みで調整していただけたらと思います。そして今回みりんも加えてます。みりんを加えていただくとカステラ特有の甘みが加わるのでとても美味しい仕上がりになります。ぜひみりんも入れて作ってみてください。そして今回はですね中にチョコレートを入れました。こちらのチョコレートに関しましてはお好みのチョコレートを入れてください。その他にもマシュマロだったりとかアーモンドとかいろいろアレンジも楽しめると思います。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そして今回はたこ焼き器を使ったんですけれども、まずはじめにですね薄く油を塗って、その後ですねだいたい1分から2分ほど温めてください。温め終わったら一度電源を落として、そしてたこ焼き器の半分ぐらいまで生地を流し入れてください。そしてこの生地を入れる時の注意点なんですが、半分以上入れてしまうと溢れてしまうことがあるので、生地の入れすぎだけには注意するようにしてください。そして生地を流し込んだら生地の半分だけにチョコレートを入れて、そして電源を入れてください。そしてそのまま焼いてるとだんだん表面がふつふつしてくるので、ふつふつしてきて剥がれそうだなと思ったら竹串を使ってチョコレートを入れていない生地をチョコレートを入れた生地の上に重ねてください。この時ねやけどだけには十分に注意していただけたらと思います。やってる最中にねどんどんね熱くなってくるので、重ねる作業をしてる時もね一度電源を落としていただくと焦がすことなく作れると思います。こちらに関しましてはね使うものによって変わってくると思いますので、様子を見ながらねつけたり消したりして調整していただけたらと思います。そして全部重ねたらあとはちょっと転がしながら1分ぐらい焼いて仕上げてください。今回はですねこのままの仕上がりにしたんですが、ここにねカラフルなチョコレートをトッピングしたりとかいろいろトッピングも楽しめると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はベビーカステラを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok
こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。